今回は私がソフビ盛りで使っている電熱ペンを紹介したいと思います。私が使っているのは八甲さんというメーカーのマイペンアルファという機種を使っていまして、こんなような見た目になってます。結構大きいですね。拳大ぐらい。で、これが本体で、こっちがペンになってるんですけども、これはですね、特徴は温度調整ができるようになってるんですね。結構な低温からハンダゴテができるぐらいの高温まで対応していて、その中の一部の温度を使ってソフビ盛りを私はやってます。このソフビ盛りができるようになるとですね、どういうメリットがあるかっていうと、ヘッドのアイホールとかの形を変えられるので、自分の好みに近づけたヘッドを作ることができるんですね。真ん中に映ってるのは北川マリンちゃんで、アイホールをですね、かなり持ってます。でこちらは少し前に作ったうるせえやつらのラムちゃんなんですけど、アイホールの形をかなり変えてます。こちら以前作ったうさだペコロちゃんなんですけど、アイホールを全面的に埋めて目を閉じたような表情を作ってるんですけど、盛り方が造形的にちょっとダメでくぼんで不健康な感じに見えちゃってるんですけど、標準ヘッドではちょっと難しいですね。自分の好みに近づけたヘッドが作れるっていうのがこのソフビ盛りの魅力になってます。ソフビ盛りといってもですね、いくつかやり方があるんですけど、私がよくやっているこの厚盛りと呼ばれる電熱ペンでの盛り方ですね。これが一つ。ソフビ片を専用の溶剤で溶かして盛るソフビ盛りですね。プラモデル用のパテでですね、このソフビを持って加工するパテ盛り。あと UV レジンで盛る UV レジン盛りですね。この UV レジンの盛りはですね、以前紹介動画を作っているので、ご興味だったらぜひご覧になっていただきたいんですけども、こんな感じでソフビ盛りといってもですね、いくつかやり方があります。電熱ペンで盛る盛りの一番のメリットっていうのは何かっていうと、ちょっとヘッドを外すんですけど、電熱弁の場合ってこのソフビと持った部分っていうのを融雪溶かしてですねくっつけるんで、くっつけた時の境目がないので、こうですね、ソフビをこんな感じで曲げたり折ったりしてもくっつけた部分が割れたり取れたりすることっていうのがほぼないんですね。これが電熱ペンで盛る時の一番のメリットじゃないかなと思ってます。なんでかっていうと、ヘッドを扱ってると、例えばヘッドのキャップを外しましたって時に少し力を入れてヘッドが曲がりますよね。あとアイをつけた時も裏からちょっと押したりしてアイホールの形が曲がります。電熱面で持った場合っていうのは先ほども言った通りきちんとくっついてるんで、どんな力を入れてもですね、割れたり削れたりしないんですけど、これがですね、パテ盛りの場合ですね、パテの硬い部分とソフビの柔らかい部分っていうのの境がきちんとくっついてないんで、例えばこういうような、こんな扱いはしないと思うんですけど、こんなような扱いをした時に、要は境目が剥がれちゃうんですね。だから私みたいな雑な扱い方をする人にはかなり向いてるやり方かなと思ってます。ただ表面処理がかなり大変なので、万人にお勧めするようなやり方ではないんですけども、これができると好みのヘッドにより近づけることができるので、私は去年からですね、この厚盛りっていうのを始めました。シンナーでソフビ盛りする時との決定的な違いが一つありまして、シンナーの場合はですね、溶けたソフビを持って、シンナーが乾くまで次の作業っていうのができないんですけども、電熱ペンの場合は溶かして冷めたらもうすぐ次の削りの作業とかができるので非常に効率がいいんですね。ただツイッターの記事で普段シンナーで持ってる方が電熱ペンを使ったら表面処理が結構大変だったって書いてあって、やっぱり元の盛り方に戻されたって方の記事を見かけたので、もしかすると電熱ペンで盛るっていうのは表面処理が他のソフビ盛りに比べて大変なのかもしれないですね。それは今後ですね、ちょっと試してみてどれだけ違うのかっていうのを比べてみたいとは思うんですけど、今はちょっとすいません、わからないです。
この電熱ペンを購入すると標準でこの2つのペン先がついてくるんですけども、ペンの形をしたようなペン先と、あとカッターの刃のようなですね、ペン先ですね。これですとちょっと側尾盛りに向いてないというか、側尾盛りがとてもやりづらいペン先の形状なんで、このペン先ではとても側尾盛りがやりにくいので、私はですね、どうしてるかというと、こういうですね、ペン先を加工したものを使ってます。元はこういった別売りで T21N タイプっていうものが売ってるんですけども、円筒形のですね、こういうペン先になってまして、このペン先はダイヤモンドヤスリとかで簡単に削れて、ペン先の形を加工する前提のオプションが売ってるんですね。それを使ってこういう矢尻のような形のペン先を作りました。これがあるとないとではかなりですね、効率違うので、この電熱ペンを導入する場合は絶対こういう N タイプを自分のやりやすい形に加工したものを作った方がいいと思います。他にもこういうですね、P タイプとか T タイプとかっていうのも買ったんですけども、なんだかんだやっぱり N タイプが加工できるんでいいかなと思ってます。側尾盛りのいいところっていうのは好みのヘッドが作れるんですけども、いいことばかりではなくてですね、一番大変なのは表面処理なんですけど、アイホールを側尾盛りしていくんですよね。だんだん側尾が積み重なって厚みができて、で表面が凸凹な状態ができるんですけど、それをなだらかにするんですね。それをヤスリで削っていくんですけど、この作業がですね、かなり大変なんですね。仕上げるレベルにもよるんですけども、私はこの元々の表面ぐらい綺麗にしたいなっていうのがあるんで、そこまで綺麗にするとなると結構な時間を使わなければいけなくて、片目でどうですね、最低でも1時間とか2時間とかかかりますし、やり方によっては3時間4時間とか、範囲が広がればもっと時間がかかるんで、そこがですね、一番側尾盛りですね。これ多分シンナーで側尾盛りした時もあんまり変わんないかなって思ったりもするんですけど、そのシンナーでやったことがないので、こんな違いだっていうのはちょっとお伝えできないのですけど、もし側尾盛りしたいな、電熱ペン買いたいな、ちょっとここの動画で紹介してたから買おうかなって思ってる方は、この表面処理がいかに大変かっていうのをいくつか動画作ってるので、それをご覧になって上でですね、購入するかどうかっていうのを判断した方がいいんじゃないかなと思います。これ12,000円ぐらいで安くないんですけど、側尾盛りは楽しいんですよ、こう持っていくと。でその後の削りが大変なんで、それが嫌でやめちゃうっていうなると、12,000円結構初期投資もったいないじゃないですか。なのでですね、ちょっと購入の際は慎重にご検討された方がいいんじゃないかなと私は思っております。この電熱ペンをですね、紹介するとハンダゴテでもできるんじゃないかって思われる方もいると思うんですけども、ハンダゴテでもできないことはないんですね。ただ、このですね、私が持っているハンダゴテっていうのは、温度が一定なもので、多分400度とか500度ぐらい熱が出るんで、これでですね、側尾盛りをすると一瞬で焦げちゃいます。なので、ハンダゴテでやる場合は、ここに超温機能というですね、温度調節の機能をついたものを購入されるといいと思います。側尾の溶ける温度っていうのは何度なんでしょうね。こちらのマイペンアルファのこのメモリが何度かっていうのはメーカーが発表してないのでちょっとわかんないんですけど、200度ぐらいじゃないかって言われてるんですが、200度ぐらいとかです。100度から300度ぐらいの範囲の超温機能がついているハンダゴテだったら、多分ですね、側尾盛りできるんじゃないかなと思います。ハンダゴテってここが部分が長いんですよね。なのでですね、作業するときにちょっとやりづらいかなと思います。マイペンアルファの場合はウッドバーニングをするために作られているので、鉛筆を持ったような感覚で作業できるっていうのが結構やりやすいんですね。あと軽いですね。短いので取り回しもしやすいですし、かなりこれいいと思います。側尾盛りする電熱ペンはとても仕組みが簡単なんで、誰でも簡単にできるんですけど、やる場合の一つのポイントは、ペン先を加工したものを1個作るっていうのと、表面処理にかかる時間は覚悟するっていうところですね。これのポイントをつかめば、結構できるんじゃないかなと思います。
また実際持ってるところはですね、別動画でまた作ろうと思うんですけども、初心者向けということで、簡単な動画で大変恐縮なんですけども、この即尾盛りができるとですね、こういった本当キャラクタードールであったりとか、好みの輪郭のドールを作ることができるので、好みのヘッドを作られたいっていう方には、この電熱ペンは私はお勧めしています。またですね、効率よい使い方とか、削り方、盛り方、そういったところの動画を別で作っていこうと思うので、また楽しみにお待ちいただければと思います。今回口の中を作るっていうところも入れようかと思ったんですけど、いろいろ入っちゃうとちょっとごちゃごちゃしちゃうんで、口の中のついての動画はまた別で作ろうと思いました。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またねー。バイバーイ。